それでは、AI DevOps スタディということで、今回はクロードコードによる製造業向けのラグの、勉強会になっています。本日はマーベリックス様の、箱崎様、それからスカラの2つ、この2名でお話ししていきたいと思います。まず簡単に自己紹介ですけども、私、深津は、株式会社スカラの CEO で、かつ、コーファウンダーとなっております。で、主に、データベースの領域、あるいはデータ分析の領域ということを長くやってきておりました。で、今回は製造業という、テーマに絞って、ラグをどう作っていくかというお話をしていきたいと思います。で、今回お話しする、ラグはですね、具体的なシチュエーションとして、製造業の光学機器メーカーを想定しております。で、光学機器メーカーの中の製造業の設計部門ですね。こちらの設計部門のエンジニアが、例えばお客様からの要求を受けて、新規プロジェクトのデザインレビューですね。こちらに向けて、過去の類似製品の試験報告書や市場の不具合を調べて、で、かつ、社内の様々な情報をかき集めてきて、そこから、実際にデザインレビューに必要な、要件っていうのを作っていく。こういうことを想定しております。で、ここには今まで膨大な時間がかかっていたりとかですね、見落としがあったりとか、そういったような課題がありました。で、実現したいこととしては、散在する情報を統合的に素早く検索をして、これを意味のある形でですね、企業内の開発ツールとして提供していくということを目指しています。では、製造業の中のプロセス、これ仮置きなんですけども、開発プロセスが書いてあります。要求を獲得して、いわゆる RFQ というものをいただいて、でそこから要件を決めて、仕様構築して、3D 作成して、エビデンスを構築して、で、デザインレビューにかかっていく。こういう工程になるんですけども、当然、デザインレビューが後ろの工程にありますので、ここで指摘されるとまた前に戻ってしまう。こういったようなことがあるので、このデザインレビューで貯めた知見っていうのをできる限り前の工程に反映することによって、手戻りをなくしていく。こういったことを目指しております。で、ここに書いてあるように、AI に推定させるっていうことで、実際に工程を短縮するために、様々なことをやらせるために、今回ラグっていうものを作っております。で、これは例ですけども、光学機器メーカーの場合ですと、例えばデザインレビュー0から5まで想定すると、最初には構想審査があって、その次に基本設計レビューがあって、詳細設計レビューがあって、試作評価があって、量産準備に入ると。で、そこで承認されると初めて、量作が進んでいくと。このデザインレビューの中で考慮すべき点を、指摘していく。で、さらに、設計変更だとか、市場の結果っていうのをノイズ ID に紐付けることによって、例えば、既存にあるものを変更した時の影響範囲ですとか、こういったものが見えるような、そういった仕掛けを作っていくことを想定しています。で、こちらが、システム全体像で、見ていただくと、デザインレビューの議事録ですとか、設計データ、あるいは、テマとか、FMEA だとか、FTA と言われているような差分の分析、それから市場データだとか、法規企画データというのを抽出していって、これの差分検知をして、ラグシステムの中に入れていくという、こういうことを想定しています。今回お話しするのは、この黄色で色をつけている部分になります。で実際に活用するとですね、このような形でですね、物理シミュレーションと一緒に、ラグに入っている物理式とかを取り込んで、シミュレーションが実行できるような、そういった状態を目指しています。で、今回お話しするラグで使用している技術なんですけども、いくつかございまして、一つ目はマイクロラグですね。これはテーマごとにラグを分割して、各テーマごとに検索することで、埋もれがちな情報を取得することができるようになります。複数のラグを同時検索することで、様々な観点から文章を抽出できる。こういった仕組みを作っています。で、二つ目が、RRF フュージョンと言われているアルゴリズムで、ベクトル検索、キーワード検索、複数のマイクロラグの検索を行って、その結果を統合するためのアルゴリズムになっている。で、その次にリランプ。RRF で取ってきたデータを今度意味の観点でランキングしてさらに精度を高くする。で、今回のデモの中ではやってないんですけども、その他ですね、コンテキシャルエンベディングですとか、セマンティックグラフなど順次対応していく予定となっています。はい。ここまでで一旦私の話は終わりになります。で、ここからは、マーベリックスの、箱崎さんの方からお話しいただく予定になっています。では、箱崎さん、スイッチするのでよろしくお願いいたします。はい。では、はい。株式会社マーベリックスの箱崎和樹と申します。会社は札幌の会社でございます。で、
前は記載のユーザーネームで日々投稿しておりまして、AI 活用歴は約3年になります。はい。で、業務では主にクロードコードを使用しておりまして、個人だと趣味レベルなんですけれど、Google AI Pro ですとか、最近だと iOS アプリ開発をやっておりまして、ロークというサービスを使っております。はい。では、ラグを実現するための技術というところで、ここからは製造業のラグの中の詳細な技術スタックからちょっとお話ししたいと思います。はい。では、まずシステム構成図ですが、このような形になっておりまして、まずユーザー層があります。で、ここでクロードコードから自然言語でユーザーがプロンプトを打つと、MCP の方でツール呼び出しを行ってくれて、実際の API 層で文書取り込み機能ですとか、回答や生成機能といったところの、はい、機能になっております。で、認証にはキークロークを使ってトークンを検証している状況です。で、この API 層で外部サービスですね、埋め込みモデルですとか、ボックス、クラウドストレージのところとか、そういった部分と連携したりしております。はい。で、実際のストレージ層につきましては、スカラ DB のところのクラスターを使用しているのと、あと、検索エンジンのところで、メインリサーチのところで、マイクロラグという形で5つのインデックスで情報を永続化しております。はい。では、まず、なぜマイクロラグをラグ化するのかといったところなんですけれど、マイクロラグは先ほど説明もありました通り、テーマごとに独立した作品、インデックスの方に分割して、並列で同時検索するようなものになっております。で、こうすることで並列検索自体なので、レイテージを削減できたりですとか、文章を分離することで検索精度が上がるといったメリットがございます。で、製造業の文章ですと、種類とか、また多種多様に異なっておりますので、重要なフィールドですとか、検索戦略も異なるかなと思っております。そういった部分をテーマごとにインデックスを分離することで、各ドメインで最適な設定を設定できると考えております。はい。で、比較するところとしては、シングルラグと言われるすべての文章を一つの作品に混在させて検索する手法です。で、こちらとしては、文章の種類が混在しているので、的外れの結果が混じりやすかったりとか、インデックス設定が全文書共通にせざるを得ないといった状況になっております。そういった背景もありまして、今回はマイクロラグ化している状況です。はい。で、ここからは実際に取り込みと、あと、検索のところのそれぞれのパイプラインフローについて、軽くお話ししたいと思います。で、後ほど、それぞれのフローで詳細のところは説明する予定です。はい。では、まず、インジェクションのところと文章取り込みのパイプラインフローですが、こちらは先ほどお話しした通り、クロードコードから自然言語でインジェクションをするといった形になっております。で、その後、MCP サーバーから実際に取り込みの API を実行するような流れになっております。で、実際の API 層では、クラウドストレージ連携で、まず対象のファイルの情報を取得します。で、その後、文書解析層でテキストの抽出から実際に、チャンクと呼ばれる本文の、断片を取るところですね。はい。で、チャンクという形で分割をしていきます。で、その後、埋め込みといったところで、埋め込みベクトル化といった形になっております。で、その後、スカラー DB と全文検索エンジンのところへの書き込みを行います。はい。で、こちらについては、スカラ DB の方については、チャンクの本文やベクトルを永続的に保存するという形です。で、メイルス、検索エンジンのところでは、クエリが来たときに、ここからチャンクを高速に検索するために、いくつかのインデックスに分けて、内容を書き込むといった形になっております。で、ただ、この2つは同時に確実に書き込むことができないので、1つ仕掛けを作っておりまして、ここでは、全文検索エンジンへの書き込みを、一旦スカラ DB の中に予約として書いておきます。なので、記載の通り、チャンク本文と埋め込みベクトルと、あと、検索エンジン用のレコードといった形の3つ書き込むような形になっております。で、この3つをスカラ DB 内の同じ1つのトランザクション内で書くので、どこで全部成功するか、全部失敗するかといった
形になっております。で、あとは全文検索の方で2秒ごとにアウトボックス、こちらの全文検索に書くところのレコードを見て、はい、実際にメールサーチと言われる全文検索エンジンに書き込むといった、そういった設計で進めている状況です。はい。では、続いて、リトリーバルと言われる検索のところのパイプラインフローについて説明したいと思います。で、こちらも若干フローが、複雑化しているので、一つ一つ分かりやすく説明していきたいと思います。はい。では、まず、取り込みと同様に、クロードコードの方から、MCP 経由で検索の API を実行するような形で入ります。で、まずはクエリ処理のところで、ユーザーの実際に投げたプロンプトをクエリのという形で正規化してベクトル化します。で、その後、アクセス制御層がいくつかあるので、ここは詳しくちょっと後でお話しするんですけれど、アクセス制御のところでトークンをテナント ID 所属と実際に自分に紐づいているラベルといった形で抽出した後、メールサーチと言われる全文検索エンジンのところのフィルターに仕込むような形でアクセス制御を行っています。はい。で、その後、全文検索エンジンのところの5つのインデックスに対して並列でハイブリッド検索を行います。で、その後ですね、取得した結果に対して、RRF 統合を行って、その後に実際にアクセス制御、もう一回行います。で、再度リランキングという仕組みで関連度のところで再順位付けを行います。はい。で、最終的にそこからチャンク本文と、あとサマリのところをスカラ DB と永続化されたものから取得して、で、最後ですね、もう一度アクセス制御といった形で最終チェックを行います。はい。で、その後全文取得の判定を行って、必要に応じてボックス、クラウドストレージとか、そういった部分から全文を取ってくるような仕掛けを行っておりまして、最終的に LLM に回答を生成するような流れになっております。で、回答を生成するときに監査ログの記録といった形で、いつ誰が何を検索したかっていうところを、はい、記録しております。で、こちらの各フローについてはもう少しこの後ですね、解説したいと思います。はい。製造業ラグにおいて技術スタックはこのような表になっております。で、バックエンドはスプリングブートを使用しておりまして、トランザクションデータベースはポスグレ、ローカルだとポスグレを今使用しております。で、あとはスカラ DB クラスターを使用している状況です。はい。で、あと検索エンジンにはメールリサーチと呼ばれるものを使用しておりまして、埋め込みモデル LLM については AWS ベッドロップのサービスを使用しております。はい。で、内部ではクロードの俳句を LLM のモデルとして使用しております。で、認証はキークロークで MCP はタイプスクリプトを使用しております。はい。で、スプリングブートというところで、今回のラグでのスプリング機能の活用というところをまとめております。で、説明したいところとしては、スプリング DI とスプリングセキュリティですね。スプリング DI については、解決する課題として、Box とか SharePoint、S3、Google ドライブなど、ストレージをコードを編集せずに切り替えたいといった課題がありました。で、こちらに対してスプリングの DI、依存性の注入の機能を活用して、実際にコードを変更せずに、はい、ストレージを切り替えるといった抽象化レイヤーを取り入れております。で、もう一つはスプリングセキュリティですね。こちらについては、認証認可の認可の部分を担っておりまして、誰がアクセスしているか、どのデータにアクセス可能かといった部分を制御したいといった課題から、実際にトークン検証とテナント分離を標準機能で、スプリングセキュリティの機能で実現しております。はい、その他はプロファイルですとか、非同期処理、スプリング AOP みたいな、そういった部分の機能は取り入れて活用している状況です。で、検索エンジンのところで、おそらく聞き馴染みがない方もいらっしゃると思うので、メールサーチについて少しお話ししたいと思います。で、こちらのツールについては、大量のドキュメントから質問に関する箇所を高速に見せる検索エンジンと言われるところで、製造業のラグにおいては、このような部分で、役割があります。
では、まずユーザーの質問から、投げた値に対してメイルサーチの方でインデックスを検索します。で、その後関連する文章を発見した後、実際に永続化されているものから本文を取ってきて、その後 LLM に渡して回答を生成するといった形で、2番目ですね、メールサーチのところはここになっております。で、特徴としては、後ほど説明するんですけれど、ハイブリッド検索ですとか、高速な検索が可能といった、そういった特徴があります。はい。で、具体的にどういったものを管理しているか、保存しているかといったところのなんですけれど、検索エンジンに検索用に最適化されたデータを別途登録といった形で、今回は製造業に特化した5つのインデックスを入れております。で、まず基本的なところとしてはドキュメント本文を分割した断片、チャンクと呼ばれるものですね。こちらもインデックスしておりますし、あとは製造業に特化した製品とか部品のマスター情報ですとか、デザインレビューの指摘の構造化データですとか、市場不具合情報、あとはLLM が生成したドキュメントの要約、そういった部分もインデックス化しております。はい。では実際にユーザーの利用方法ですが、と今回は、ブラウザーから検索する方法ですとか、API 経由でシステム間連携といった、そういった部分もあるんですけれど、今回はクロードコードから MCP ツール経由で利用できるといったことを想定しております。で、なぜ CI での利用を想定しているかなんですけれど、今回のラグは先ほど冒頭で説明があった通り、単なる検索システムといった位置づけではなくて、様々な分野での企業内の AI エージェントのための開発ツールといったものを想定しております。で、より具体的に例えると、製造業の場合ですと、クロードコードなどの AI ツールを通してシミュレーターの実装を行いつつ、検索した過去の不具合情報などを統合して、最終的にデザインレビュー向けのレポート作成までをシームレスに行いたいといった、そういった活用シーンがあるかなと思っております。はい。で、具体的なユーザーの利用方法の流れなんですけれど、まずは認証サーバーのキークロークによるクロードコードから MCP 経由で認証が入ります。で、その後実際にキークロークの画面でサインインを行った後、クロードコード側で認証が完了したといった形になります。で、実際の動きのデモをお見せすると、はい。先ほど説明した通りで、スラ MCP という形で MCP の接続を行います。で、そうするとキークロークのサインイン画面が表示されて、ユーザーの認証情報を入力してサインインを行います。で、そうすると認証が成功して、今回のラグの MCP が使えるようになっております。はい。で、実際に今の認証状態とトークンの有効期限を確認してくださいといった自然言語で指示を投げると、MCP ツールで実際に認証情報を返してくれるといったところが確認できました。はい。で、この状態で実際にラグシステムにどんなデータが入っているか教えてくださいといった簡易的なプロンプトを投げると、また、MCP サーバーの方で実際にインジェストされた、こちらについては事前に私の方で入れたデータなんですけれど、はい、このような形でいくつかの文書がインジェストされているところが、サマリーとして表示できるようになっております。はい。で、こちらがクロードコードの MCP サーバーの疎通確認になりました。はい。で、こちらの表示ですが、架空の製品、ある架空の製品のリスクに対して、フェーズをまたいだ、デザインレビューのフェーズをまたいだ横断的な問いで検証した結果になります。架空の製品に対してこのようなリスクがあって、こちらのリスクはどこのデザインレビューのフェーズで指摘されたかっていうところを
ユーザーが質問したところを想定しています。で、出力結果としては、フェーズのところで、いつ指摘されたのかといったところで、複数フェーズの文章を関連付けて時系列の因果関係を答えているので、フェーズごとの横断的な検索というところは可能になっております。で、また、キーワードのところですね、具体的な文書番号のキーワードを投げていないのにもかかわらず、今回だと判断の剥離とか、あとリスク、フェーズといった自然言語のところで正確にたどり着けているといったところで、セマンティック検索の優位性が取れている状況になっております。はい。では、実際にですね、ここから今回のラグにおける文書取り込み時の工夫といったところで、いくつか実際に拡張した機能について紹介したいと思います。はい。では、まず、簡単なデモとして、文書取り込みのデモをちょっとお見せしたいと思います。こちら、今回、クラウドストレージの連携として、Box と言われるサービスを使っております。で、ここで、簡易的なテキストファイルを使用して、フォルダ情報ですね。こちらのフォルダの ID を実際に MCP 経由でインジェスト指示をしている様子になります。はい。で、ソース名は、フォルダのような認識で構わないです。で、実際に自然言語ベースでフォルダの ID を指定して文章を取り込んでくださいといった指定をした結果、右側がスプリングブートのアプリケーションログなんですけれど、こういった形で、インジェスティングとか、実際にベクトル化ですとかしている状況です。で、最終的にサマリも生成してっていうところですね。で、一番最後のところ、冒頭のフローでお話しした通り、メールリサーチ、全部、検索エンジンのところでアップサートをかけて、最終的に完了したといった形になっております。はい。で、回答結果においても、反映してくれてまして、はい。実際に取り込み完了です。で、ソース名とボックスのフォルダと、あとステータスのところ。で、実際にこのツールで検索可能になってますといった、そういった部分が、LLM の方から回答が返ってきております。はい。で、こちらが、簡易的ではあるんですけれど、文書取り込みのデモになっております。ここからですね、いくつか文書取り込みのところで工夫した部分について紹介したいと思います。まずはクラウドストレージ連携ですね。クラウドストレージと連携することで、サービスにファイルを追加とか、あとは更新するだけで検索に反映するような仕組みになっております。で、こちらについては Spring DI のところでコネクタ自体を抽象化しているため、SharePoint ですとか、Google ドライブなど、他のクラウドストレージについても統一された API で扱うことができるようになっております。はい。で、仕組みとしては、MCP への、先ほどもデモでお見せした通り、フォルダ ID を明示的に指定する方法ですとか、あと Webhook のところで、フォルダを監視することで、何かファイルがアップロードされたら自動でインジェストが入るような、そういった仕組みにもなっております。はい。で、差分検出については、ハッシュ値を、ストレージの中にあるハッシュ値を検証しておりまして、前回と同じようなスキップ、変更があった場合は処理するような、そういった仕組みになっております。で、取り込み処理自体は非同期になっておりまして、こちらについて進捗確認についても MCP ツール化してますので、自然言語で、このインジェスト今どうなってるみたいな投げかけると、MCP の方から回答が返ってくるような、そういった仕組みにもなっております。はい。では続いてテキストの解析と分類のところで仕組み化しておりまして、こちらについては担当者が文章のファイル、文章の取り込み時に、この文章はどういったカテゴリー、デザインレビューだとどういった部分にあるのか、みたいなところを明示的に指示せず分類することができるようになっております。はい。で、仕組みとしては、2段階、2層で考えておりまして、まずはファイル名によるルールベースのところ、ファイル名にDR ですとか、デザインデータとか、
そういった部分があれば、そこはルールとして分類してっていう形になっております。ただ、ファイル名で分類できない場合は、実際にLLM が文章の中身を見て、あらかじめ決められていたシステムプロンプトをもとに判定している、そういった仕組みになっております。はい。で、実際にチャンクとベクトル化まで進んだ後、データベースの保存のところで、ストレージへの書き込みといったところで、スカラデミのトランザクションで一つのトランザクションにまとめて書き込みを行っております。はい。で、書き込む内容としては、ファイルの識別情報ですとか、文書のヘッダー情報、あとはチャンクの本文とベクトルデータ。で、先ほど全体の取り込みフローでも説明した通り、3フェーズの検索エンジンへの反映待ちの Q といった部分の情報も保存しています。こちらについては一部でも失敗した場合は全体を取り消し、すべて成功した場合のみ保存といった形で中途半端な状態が残らないようにしております。はい。で、製造業の現場では、特にデザインレビューの議事録ですとか、不具合の報告書といったものは、人間が読むための自然言語で書かれていることが多いと思います。で、そのままのテキストデータ、いわゆる非構造化データとして保存しただけでは、例えばデザインレビューの3のフェーズで熱に関する NG は何件あったかみたいな、そういった定量的な分析っていうのはちょっと困難かなと思っております。で、そこで本ラグシステムでは、ドキュメントの分類結果が、DR 内の不具合報告などであった場合、通常のテキスト分割とは別ルートで、あえて構造化処理といったものを実行しております。はい。で、具体的な仕組みとしては、LLM にドキュメントの全文を読み込ませて、どういった部分のフェーズの指摘かですとか、不具合の種類は何か、具体的な内容は何かといった情報を機械が扱いやすい JSON 形式のデータとして抽出させています。で、抽出化された構造化データは専用の不具合報告用のインデックスに格納されるようになっております。で、こうすることで、キーワードのヒットだけではなくて、フェーズとか不具合種別といった明確な条件でデータを絞り込むことが可能になっております。はい。で、結果として過去の市場不具合ですとか、当時のデザインレビューでの指摘事項を関連付けて検索することができて、はい。エンジニアとしても、製造業のエンジニアが欲しい横断的な知見といった部分をピンポイントで引き出すことができて、ラグ全体の回答精度を向上させている、そういった仕組みになっております。はい。で、続いてドキュメントサマリーの自動生成ですが、文章をインジェストする過程で最終的に LLM を用いて文書全体のサマリー、いわゆる要約といったものを自動生成して、こちらも保存しております。で、生成された要約データは、5つのインデックスのところの並列検索で説明した部分のドキュメントサマリーのインデックスに格納されて、検索時の重要な手がかりとして機能しております。はい。で、こちらの仕組みとしては、ドキュメント全体から約500トークのサマリーを生成して、スカラデビのところに保存。あと、メイルリサーチのサマリー専用のインデックスに同期するような形になっております。で、コスト対策としては、テナント ID と、あと文書 ID と、あと内容の先頭500文字を、ハッシュ化して、こちらのハッシュ化された値を機にキャッシュしております。はい。で、ここまでで、今回の製造業のラグにおいて工夫した部分についてまとめました。で、はい。先ほどの図と同じなんですけれど、このようなフローで実際に文章の取り込みは行われております。はい。では続いて、ラグにおいて検索から回答時の工夫といったところで、先ほどは文章の取り込みだったんですけれど、今回この後は検索から回答時の工夫といった部分をいくつか紹介したいと思います。はい。で、こちらについても同様にちょっとまずデモをお見せしたいと思います。はい。同様に MCP が使える状態で、はい。で、こちらはもう架空のところのクエリではあるんですけれど、このようなクエリを投げております。
で、そうすると、アプリケーションログのところで、メイルリサーチのところで5つのインデックスから検索して、実際にRRF の統合ですとか、あといくつかアクセス制御とか、そういった部分が結果として、はい、処理されて、最終的に左側で LLM の回答によって、このような形で回答が作られております。はい。で、こちらについて、まずは、ハイブリッド検索について説明したいと思います。で、今回一つ例を表示させているんですけれど、LEDX300 の熱問題というクエリを検索するとします。で、仮にもしキーワード検索のみを行った場合、この固有名詞、固有の型番は正確にヒットすることができると思うんですけれど、資料内に熱暴走というところが書かれていた場合は、重要な情報なので、そういった部分が見逃す可能性があります。で、逆にベクトル検索だけ、ベクトル検索というのは意味だけを捉えると、意味を捉えるベクトル検索だけを行った場合は、熱設計とか、そういった部分の、温度超過といった意味的に近い文章は拾い上げるんですけれど、マイナーな型番ですとか略語とか、そういった部分は逆に見逃すリスクっていったものがあります。なので、キーワード検索とベクトル検索、どちらか一方の手法だけでは、必ず情報の取りこぼしが起きてしまうといった形になっています。そういった背景もあるので、今回はキーワード検索とベクトル検索を同時に並列で実行して、両方の結果を混ぜてブレンドするハイブリッド検索を採用しております。はい。で、今説明したハイブリッド検索に対しては、5つのインデックスに対して同時に実行するっていったところが今回のラグの大きな特徴になっております。はい。で、文章を一つの場所に混ぜるというよりは、チャンクですとか、DR の指摘、不具合とか、製品マスター、あと要約、ドキュメントの要約といった5つのインデックスに分割しています。で、先ほど冒頭でも説明したんですけれど、インデックスごとに最適な構造を持たせているので、通常のテキスト検索では、拾いきれないような構造化データとして存在する重要な情報といったものも確実に拾い上げることができております。で、下のところなんですけれど、5つの異なるインデックスから検索結果が返ってきたときっていうのは、それぞれのインデックスの中の計算方法が異なるので、数値、インデックスに対して直接比較して並べ替えるといったことができない状況です。で、そこで RRF 統合といった仕組みを用いて、こちらについては非常にシンプルなんですけれど、検索基準の異なるスコアの値というところではなくて、各インデックス内の順位だけを見て結果を統合するような仕組みになっております。この RRF によって複数のインデックスにおいて安定して上位にランクインしている文章といった部分が最終的に検索結果の上位に来るような、そういった仕組みになっております。はい。で、こうすることで異なる性質を持つデータ群から最もユーザーの質問に対する角度が高い情報といったものを導き出しております。はい。では続いてアクセス権限の検証についてですが、本システムでは ABAC、いわゆる属性ベースのアクセス制御と呼ばれる仕組みを採用して、ユーザーにアクセス権限がない情報といったものを検索結果から自動的に除外しております。で、このシステムにおいては、アクセス制御3つのレイヤーによる多重制御で、実際に実現している点になっております。で、まずレイヤーの1の方では、ユーザーが検索を実行する前段階で認証トークンから、テナント ID、いわゆる所属ですとか、権限といったラベル情報を抽出して、検索エンジンのクエリ自体にフィルターを埋め込むといった形です。これによって、そもそも権限のないデータは検索対象にすらなっていない状況です。はい。で、続いてレイヤー2なんですけれど、先ほど説明した RRF で統合された検索結果の候補に対して、この者たちが本当に権限が正しいかといった部分をスカラ DB と再度照合して検索を行います。はい。で、
レイヤー3なんですけれど、実際にデータベースから回答生成用のデータを取得した後も、最終的なアクセス権の再検証を実行しております。で、こうすることで検索前と後で検索した後のデータ取得後といった3段階の厳しいチェックを行っていることで、製造業の現場でも安心して利用できるセキュアなラグといった部分を実現しております。はい。で、ここまでのステップで実際にハイブリッド検索と並列で5つのインデックスのところで、あと最終的に RRF によって関連しそうな候補といった部分が揃ったんですけれど、その後、リランキングという仕組みを行っております。で、リランカー自体はクエリと文章を一つのペアとしてモデルに渡しております。で、モデルはその2つを並べて読んで、実際に文章はこの質問に対して本当に関連があるかといった部分を、クエリと文章のペアで直接採点します。はい。で、この処理自体は、最初にやるというよりは、あらかじめいくつか絞った上位何件かだけに対して適用するっていう形になっております。はい。で、続いてロングコンテキストという仕組みです。で、こちらについては、ようやく、ユーザーの自然言語の問いかけだと、例えば要約ですとか、全体を教えてといったクエリに対して、必要に応じて元のドキュメント全文を取得するような仕組みになっております。で、このような部分、問いに対しては断片的なチャンクだけではちょっと回答が難しい状況です。で、なので、今回は2層構造でロングコンテキストが必要かどうかを判断しています。で、必要と判断された場合は、クラウドストレージ側にリクエストを行って、取得結果をチャンクの先頭に配置して、通常通り LLM に渡すような、そういった仕組みになっております。で、まず1個目の層がヒューリスティック層と言われるもので、対義語がアルゴリズムと捉えるとちょっとイメージしやすいかなと思うんですけれど、これは経験とか直感に基づいてそこそこ正しい答えを迅速に導き出す考え方です。で、仕組みとしてはシンプルで、ユーザーのクエリ内のキーワードマッチになっております。で、こういった要約とか詳しくとかまとめといったキーワードが含まれている場合は、ロングコンテキストが必要と判断しています。で、もう一つの仕組みとしては、リランクスコアの式値での判断です。で、先ほどまで説明した中でリランキングを行った後に、実際にスコアのところでチャンクの関連度が高い場合は、そもそもロングコンテキストが不要で回答できると判断しています。はい。で、続いて LLM の判断ですが、先ほど説明したヒューリスティックのところで判断できなかった場合、例えばリランキングした後のスコアが低かったりですとか、そもそものキーワードがかなり曖昧なところとか、キーワードもなくて、はい。そういったクエリに対しては LLM の判断に問いかけるといった仕組みになっております。で、具体的な仕組みとしては、上位3件の、要約に対して LLM で判断させるといった仕組みです。で、システムプロンプトはこのような形になっています。最終的に True、False を出力するような形で、後続の処理はアプリケーション側の方で、実際にクラウドストレージにフェッチをするかみたいな、そういった部分の仕掛けを行っております。はい。で、こちらがロングコンテキストを導入する前と後で、ビフォーアフターなんですけれど、ビフォーの時点ではこういった結果になってました。で、同じクエリを投げてます。はい。で、導入前の方でも詳しく全体の設計根拠と背景を教えてくださいと投げた結果はこのような形。で、ロングコンテキストを導入した後は、実際に LLM のところで、ボックスから、クラウドストレージから、ファイルを取得してという形なので、文書全体の文脈を把握できるようになったといったところと、それぞれ具体的な情報が提示されるようになったのが、確認できると思います。はい。で、最後ですね、監査ログの付与といったところで、これはどういったものかというと、テナント ID ですとか、セッション ID、あとはユーザーが入力したクエリとか、あとそれに応じて返したチャンクですとか、スコア、あと ABAC フィルターとか、あと、
ロングコンテキストありかどうかみたいな、そういった細かいところを、記録したものになっております。で、この監査ログの目的としては、いつ誰が何を検索して、何が返却されたのかといったものを追跡するような仕組みになっております。で、また、ラグ自体の品質改善のための分析材料というところで、例えばジャンクが多く使われているかとか、そういった部分も判断材料として、はい、利用できると思っております。はい。で、実際の実行例なんですけれど、こちらが日付による絞り込みですね。はい。で、右側がテキストによる絞り込みなので、日付とテキストどちらでも対応できるっていう形になっております。実際にセッション ID とクエリと、あとフィルターのところ、ABAC フィルターのところですね。と、返ってきたチャンクとそのスコアと、あと時間、そういった部分が返ってきていることが確認できます。で、こちらもデモをお見せすると、こちらの実行自体は、全ユーザーが実行できるというわけではなくて、管理者のみが、監査ログを実行できるような、そういった制度にも対応しております。はい。で、今日の監査ログを見せてください。で、取得した結果をいつ何を検索して、どういった文章がヒットしたかっていうところを端的にまとめてくださいといったユーザーの、プロンプトになってます。はい。で、そうした結果、監査ログから取得して時系列順にまとめて、このような結果になっております。はい。で、検索フローのまとめはこのような形になっております。はい。発表のまとめに移りたいと思います。はい。今回のラグを通して、過去の設計知見ですとか、不具合情報を統合して、情報を引き出せる環境をラグのところで実現することができました。で、主な内容としては、用途別のインデックス分割ですとか、ハイブリッド検索といった仕組みを活用することで、情報の取りこぼしを防ぐ仕組みを構築しました。で、また自動で文書全文を読み込むような仕組み、必要に応じて読み込む仕組みですとか、そういった部分を活用することで広い質問にも的確に回答しております。で、あとはクラウドストレージの連携ですとか、ABAC フィルター、あと監査ログですね。そういった部分の仕組みの導入によって、企業導入可能な、十分可能なセキュリティを実現していると思います。はい。で、実際にの利用としては、クロードコード連携にすることで、強力な開発ツールを提供することができました。はい。で、今回は、製造業に特化してインデックスの分割などを行ったんですけれど、マイクロラグ化しておりますので、今後様々な業界で応用可能ではないかと考えております。はい。以上で私の発表を終わりたいと思います。ありがとうございます。